ったとは仕事的に錆びてるからね。ありがとうございます。何してるんですか？間違い探し。今日は工務店の人と一緒に最後建前前の確認作業。刻みに間違いないかっていうのを一緒にチェックしてもらうんやけど、その工務店の人が来る前にチェックしたら早見つかった。こみんなね、助っ人代わる代わる来てもらって結構ややこしい刻みやから、まああるわね。まあ確認しもったよね。まあけど建前の時にちょっとやれる範囲やったからこの程度全然問題ないんやけど、大きな間違いがなければいい。そうやね。いやこう見ると頑張って刻んだね、ほんとね。思ったよ。いよいよ日の目を楽しみやね。そうだね。あそこやで、あそこの人の立つんやで、骨組みが。念願の時じゃないですか。風雨にさらわされて古びた感じになる前に進めるようになりたいね。どうやろうね。竹小前編むのに2月かかるって言われてる。壁なんやろ。どうなんやろな。まあなるべく頑張って詰めて。そうやね。ちょっと雨養生は最低限してっていう感じになるやろな。そうやね。台風のシーズンってとりあえず過ぎ去るからね、それは一安心って感じよね。この柱は遠く何キロやな、150キロぐらい離れてるよね。古代海沿いの町の同じく土佐派の方が建てた設計した家の廃材です。古材松地松やって、なかなかないらしい今。でまあ古材やからもう刻みもね、今保存法理由ってのこんな風に。これは何間柱？間柱やろね。間柱の跡があって、あ、跡か。掘ったんじゃないのか。これらは古い昔の刻み、だからこんなんも見えるから面白い。でまた地松がすごい綺麗な状態。他の杉とかよりね、やっぱり強いんやね。そうなんや。油分があるし。油かな。再び。今度は川畑の家にやってもらいます。ね。台風一過の基礎です。ちょっと水溜まっちゃうけど、大雨の時はここ結構30センチぐらい溜まっててプールみたいなんですよ。念願に階段
ができてそうそう階段登りに来る言うてな何回か来て溶けたんや。いやーなんか新鮮やね。独立基礎です。すごいね。ごっついね。あそこ立ってみてちょっと。聖火が立ってみるとこんなサイズ感。結構大きいよね。はい。うん。